写真を撮るときに像ができる原理は何でしょう。レンズの場合は屈折連照で、ゾーンプレートの場合は回折連照であると説明されます。その通りですが、元をたどれば、いずれの場合も被写体上の一点から出て広がり、別々の道筋を進んできた光の波の位相が一致するように重なり合って、建設的干渉を起こした点で光が強くなることが写真が撮れる理由です。位相とは波のように周期的に変化する現象において一周期中のどこであるかを示す変数です。レンズの場合の屈折は、レンズ中では光の速度が真空中よりも遅くなることで起こります。レンズの中心部を通る光は、外の方を通過する光より短い距離を通ってくるので位相が進みますが、レンズの厚い部分を通るので、その分だけ速度が遅くなって位相が遅れるのです。その結果、他の光と同じ位相で焦点に到達して建設的現象を起こすのです。ゾーンプレートの場合は、光の速度を変えることなどしないで、焦点で位相が一致する光の波だけを選び出すことで建設的干渉を起こさせます。波のように周期的な現象では、1波長の整数倍だけ距離が違っていても、波の状態は同じなので同じ位相になります。このようにゾーンプレートの場合には、到着までの距離が違っていても、位相が合う光の通過する場所を選んで光が通り抜ける透明部分を作ってあります。このことを頭に入れておけば、基本的ゾーンプレートであるフレネルゾーンプレート以外にも透明な部分の位置や形が違うゾーンプレートがいろいろ考えられます。まずゾーンプレートを使った写真がどんな特徴を持っているかをまとめておきます。第一に言えることは、レンズ付きカメラで撮った写真に比べてソフトな印象を与えることです。場合によってはソフトさが過ぎてとても不鮮明な写真になってしまいます。これはレンズを使えば一点に収束するはずの光の多くがその一点に収束しないことによるためです。第2には、写真の依頼が目で見たりレンズ付きカメラで撮影したものとはかなり変わっていることです。これはレンズの場合、入射光の波長分布がほとんどそのまま出力されるのに対して、ゾーンプレートでは波長を決めて設計するので、通り抜けない波長の光も出てきます。このためかなり狭い波長範囲の光だけが建設的干渉を起こして像点を明るくするけれど、光の波長が設計値からずれると明るい像点を作らないことによるものです。波長分布が変わってしまうので色も変わってしまいます。第3には、レンズの場合、全く同じ時に点光点を出発した光同士が重なり合うことによって建設的干渉が起こるのに対して、ゾーンプレートの場合、遅れて出発した光であっても、像点に達した時に位相が他の波と同じであれば、そこに建設的干渉を起こして像点を明るくするということを使っています。この結果、像の上の各点の明るさは目で見たものとは違ってきます。よく見られるのは、茂みに咲く花などを撮った時に背景が予想以上に暗くなることです。この動画で関係する課題は第1および第2の特徴に関係している点についてだけで、第3の特徴については別の動画で扱います。ゾーンプレートを大きく分けると、基本的な振幅型ゾーンプレートとレンズの機能を一部取り入れた位相型ゾーンプレートに分けられます。ここでは基本的な振幅型ゾーンプレートについて考えます。最も基本的なゾーンプレートはフレネルゾーンプレートで、光の波長と焦点距離で決まる面積を持つ丸い形の透明ゾーンと不透明ゾーンを交互に同心円状に並べて作られています。一点からの光の波長と焦点距離を決めて、その点の像の鮮明さなどについて議論する場合には、このフレネルゾーンプレートは最も鮮明な像を作り出していて、これを改良する余地はないと言っても良いでしょう。しかし写真撮影では、一点からの光だけで像を作るわけではない上に、光の波長にも幅があって、全ての点から来た光が像ができる像面上で収束するわけではありません。
このために写真を撮ることを考えるならば、フレネルゾーンプレートよりも望ましい形のゾーンプレートが見つけ出せる可能性があります。新しいゾーンプレートとしては、ゾーンの形を変化させてしまう方法と、同心円状に並べられた透明不透明ゾーンの並べ方だけを変える方法が考えられます。この動画では、同心円状ゾーンから出来上がったゾーンプレートについて考えます。同心円状ゾーンプレートとしては、フラクタル数列のような特別な数列に従って透明不透明ゾーンの配置が決められたフラクタルゾーンプレートがありますが、ここでは同心円状ゾーンプレートのうち中心側のゾーンの並びと外側の部分のゾーンの並びを異なる設計波長や設計焦点距離で構成する同心円状ゾーンによる合成型ゾーンプレートについて考えます。このような合成型ゾーンプレートのうち、設計波長をラムダとして内側ゾーン群の焦点距離を F、外側ゾーン群の焦点距離を 3F とする複焦点型ゾーンプレートと、焦点距離はどちらも同じ F であるが、設計波長が内側はラムダ L、外側はラムダ H とする2波長型ゾーンプレートについて考えます。また、比較のためにフラクタルゾーンプレートの一つであるフィボナッチゾーンプレートについても扱います。設計焦点距離 F=50mm、ゾーン数 N=27 の2波長型ゾーンプレート DWL を左の図に、複焦点型ゾーンプレート SUB を右の図に示します。A、B は内側ゾーンプレートと外側ゾーンプレートの境界をどのように決めるかを示しています。A タイプは内側は2分の N まで、外側は2分の N プラス1から、B タイプは内側は2分の N プラス1までで、外側は2分の N プラス2からとなっています。割り算2分の N は小数点以下は無視します。まず、いくつか計算結果をまとめて眺めて、後で写真を撮って確かめます。以下のグラフでは比較しやすいように、縦軸は光の強度を対数で表して、最大値で比較化してあります。最初は F=50mm、N=27 の複焦点型ゾーンプレート SUB において、光軸 Z 軸上の光の強度分布がどうなるかを計算した結果です。比較のために F=50mm、N=27 のフレネルゾーンプレートについてのデータは緑色の実線で書いてあります。A タイプおよび B タイプはそれぞれ赤の点線と一点差線で表してあります。焦点距離の設計値が F=50mm であるので、緑色の実線は Z=50mm のところにピークがあります。B タイプのゾーンプレートはフレネルゾーンプレートとほぼ同じ結果であるのに対して、A タイプの場合、至るところにピークがあって光は十分収束していないようです。これは X 方向分布や波長依存性の計算でも見られる現象で、他の写真でも A タイプの複焦点型ゾーンプレートは他の合成型ゾーンプレートより不鮮明な像が得られています。このグラフは2波長合成型 DWL 型ゾーンプレートによる光軸方向の光の分布のグラフです。このゾーンプレートでは、内側ゾーンプレートの設計波長はラムダ L=500 ナノメートル、外側ゾーンプレートの設計波長はラムダ H=600 ナノメートルとして計算してあります。この場合、実際の焦点は Z=50mm の近くで広がっていることがわかります。ただし、この広がりも N が大きくなると、右図のように2つのピークに分かれて、Z=50mm 付近の光の強度が弱まります。
前のグラフは可視光の中心波長である550ナノメートルの光に対してどのような出力があるかを示すものでしたが、実際に写真を撮るときには広がりを持った波長領域の光が対象になります。そこで波長が550、600ナノメートルの光に対してどのような出力が得られるか計算して得られた結果がこのグラフです。左側のフレネルゾーンプレートに対して右側に副焦点型の A タイプと B タイプについての結果が示してあります。ここまで示したグラフと同様、A タイプ副焦点型のゾーンプレートでは光があまり集中していないことがわかります。ラムダ L イコール500ナノメートル、ラムダ H イコール600ナノメートルとして設計した2波長型ゾーンプレートについて、波長が500、550、600ナノメートルの光に対してどのような出力が得られるか計算して得られた結果のグラフです。このタイプのゾーンプレートではある程度の幅を持った波長の光が Z 軸上の位置は変わりますが、同様に処理されることがわかります。副焦点型に比べて光の強い部分と弱い部分が比較的はっきりと分かれています。より鮮明な写真が得られそうなデータです。光軸上で光の強度が強くなっているところで、実際に光が狭い範囲に収束しているかどうかを調べたグラフです。最初は副焦点型ゾーンプレートにおける焦点面内における X 方向の光の強度分布のグラフです。左が A タイプ、右が B タイプのグラフで、比較のためフレネルゾーンプレートのデータを緑の実線で示してあります。いずれの場合も Z 軸上で光の強度がピークになっていた面ではX イコール0に光が集まって焦点になっていますが、A タイプの場合、いずれの焦点もフレネルゾーンプレートに比べて周辺の光が強くて、極めて不鮮明な写真しか得られないことが予想されます。これと違って B タイプの場合、その振る舞いは設定した焦点に光が収束していて、Z イコール 50mm の場合は、周辺の光の強度はフレネルゾーンプレートと大きな違いがありません。2波長型ゾーンプレートにおける焦点面内の X 方向の光の強度分布のグラフです。左のグラフはゾーン数イコール9、右は27の2波長型ゾーンプレートについてのものです。このように2波長型ゾーンプレートの場合、A タイプと B タイプの間に大きな違いは見られませんが、ゾーン数を増すと A タイプでも B タイプでも焦点の周りの光の強度が増して、像が不鮮明になることが右のグラフから分かります。ここまでの解析結果で比較的よく説明できる一連の写真です。庭に咲いている黄色い花の春菊とコリアンダーの白い花のゾーンプレート写真です。左上の位相型ゾーンプレートによる写真は他の3枚に比べて格段に鮮明で、レンズ付きカメラによるものに近い写真です。もっともレンズによる写真に比べると鮮明度色、背景の感じなどかなり違っています。右上は普通の振幅型フレネルゾーンプレート、左下が副焦点型ゾーンプレート A タイプ、右下が2波長型 B タイプによる写真です。位相型ゾーンプレート以外ではハローが強いことがよくわかります。特に注目すべきことは A タイプの副焦点型で非常に不鮮明な写真に見えますが、よく見るとハローの中で中心の花はとてもはっきり写っていることです。これは計算結果のグラフの特徴とも矛盾しません。
レネルゾーンプレート及び副焦点型及び二波長型ゾーンプレートで撮った写真がどのように違うか、実際に撮影したゾーンプレート写真の間でどのような違いが出るかを見てみます。比較のためにフィボナッチゾーンプレートによる写真も加えておきます。この図のようにフィボナッチゾーンプレートも同心円型ゾーンプレートの一種です。副焦点型ゾーンプレートや二波長ゾーン型ゾーンプレートは焦点距離や設定波長の異なる2種類のゾーンプレートを中心部分と外縁部分に分けて設置して作っているのと違い、フィボナッチゾーンプレートなどのフラクタルゾーンプレートでは透明ゾーンと不透明ゾーンを交互に並べるのではなくて、この図のようにフィボナッチ数列に従って並べます。いくつかの被写体について A タイプの二波長型ゾーンプレート、フィボナッチゾーンプレートおよびフレネルゾーンプレートで撮った写真を比較します。左からこの順に写真を並べてあります。最初はツツジの花でフィボナッチゾーンプレートによる写真がやや不鮮明ですが、全体的に大きな違いはありません。鉢植えのパンジーとアリッサムの写真です。それぞれのゾーンプレート写真の間で色の感じは変わりますが、鮮明さはあまり違いません。児童公園の滑り台の写真です。この場合も違いはあまり見られません。赤と青の郵便ポストの模型の写真です。この写真は赤いポストに焦点を合わせて撮ったものですが、赤いポストと青いポストの間に鮮明さの違いが見られません。フレネルゾーンプレートと二波長型ゾーンプレートでは収束する光の波長幅の違いは2倍近くもありますが、赤、緑、青のセンサーの感じ取る波長範囲はかなり広くて、それぞれ可視光領域全体で感度があることによると考えられます。ボン流の置物について同様の撮影をした結果です。下の写真は位相型ゾーンプレートで撮ったもので、上のいずれの写真よりも明らかに鮮明です。二波長型と副焦点型による写真の違い、A タイプと B タイプの写真の違いに重点を置いた比較で、最初はヒメリュウキンカの花です。この写真では副焦点型よりも二波長型、特に副焦点型では A タイプより B タイプの写真の方が鮮明であることがはっきりと出ています。ボケの花の写真です。この写真についても同様なことが言えます。パンジーの花です。二波長型と副焦点型の鮮明さの違いは明らかです。被写体の細かい模様からの波長範囲が比較的狭い光がどのような像を作るか見るために、赤、緑、青の背景の中の白い文字と赤、緑、青の文字の写真を撮りました。この写真は普通のレンズ付きカメラで撮影したものです。フレネルゾーンプレートと位相型ゾーンプレートで撮った写真です。位相型で撮るとレンズほどではありませんが、鮮明な写真が撮れることがわかります。位相型ゾーンプレートによる写真をレンズによる写真と比べると、境界付近がややソフトであることがわかります。
下の写真は A タイプの2波長型で撮影した写真です。フレネルゾーンプレートで撮影した結果とほぼ同じです。B タイプの2波長型で撮影した写真です。この種の図形に対してはいずれの振幅型ゾーンプレートもほぼ同じような結果をもたらしました。その違いはほとんど感じられません。いろいろな色の小さな部分を塗り当てられた車体の写真を位相型ゾーンプレート、フレネルゾーンプレートおよび B タイプの2波長型ゾーンプレートで撮影して比較します。また、撮った写真の RGB 色空間における色分布も調べます。最初はマトリオーミンの写真です。マトリオーミンとは人形マトリョーシカの中に楽器テルミンを組み込んだ楽器です。位相型ゾーンプレートによる写真に比べると、フレネル型および合成型はハローが強く鮮明さが増すと同時に色の感じも明らかに変わって見えます。また、位相型の写真の髪の毛の下の方の丸い模様は光が強く反射しているところで、フレネル型および合成型では周りに同心円状の光の輪が見えます。これらの間にはあまり大きな違いが見られません。マトリオーミンの写真について RGB 色空間での分布を調べたものです。左下が原点で、右に向かって R 軸、上に向かって B 軸、奥に向かって G 軸になっています。位相型ゾーンプレート写真の色分布は他の写真に比べて色の分布の広がりが極めて広いことがわかります。フレネルゾーンプレート写真と合成型ゾーンプレートの写真の違いはあまりはっきりわかりませんが、強いて言うならば合成型の方がやや広い範囲に色分布が広がっていると思われます。木で作った鉢のモデルです。これについてもマトリオーミンの写真と同様のことが言えます。フレネルゾーンプレートも合成型ゾーンプレートも位相型ゾーンプレートに比べるとハローが際立って見えますが、それぞれの間の差は大きくありません。鉢の写真の色空間分布ではフレネルゾーンプレートと合成型ゾーンプレートの差はほとんど見られません。絵皿の写真における差もこれまでのものとほとんど同じです。この写真では位相型と振幅型ゾーンプレートを比べたとき、鮮明さはあまり変わりませんが、色がやや白っぽくなっていて、ハローが強くなっています。また、この点に関しては、合成型ゾーンプレートの方が位相型ゾーンプレートの写真に近いと言えそうです。この原因はゾーンプレートを通り抜ける光の波長範囲が広くなるためであると思われます。絵皿の写真の色空間分布もこれまでの写真と大きな違いは見られません。これまでのことをまとめると次のようになります。まず、光の波長を決めて焦点の位置を定めるならば、一点を出てゾーンプレートを通過して像を作るということについては、振幅型ゾーンプレートの中でフレネルゾーンプレートが最も優れていると考えられます。しかし、ゾーンプレートを通過する光の波長の範囲はかなり狭い範囲に限られているので、異なる波長の光が同じ焦点に集まるように2種類のゾーンプレートを組み合わせることは良いようにも思われます。これが本動画で扱った合成型ゾーンプレートです。これは点光源からの光については正しいと思われます。しかし、実際の写真では一点ではなく有電の面積から来た光で、有電の幅を持つ波長の光については、
実験で確かめる必要があります。本動画ではこのようなシステムについて写真撮影を行ったところ、テストを行った範囲内ではそれほど期待された結果は得られませんでした。しかし、実際の写真撮影ではいろいろな条件が考えられますから、合成型ゾーンプレートが必ずしも無力であるとは言えません。最後までご覧いただきありがとうございました。本チャンネルアトリエボンリューではレンズを使わず撮る写真、ゾーンプレート写真に関する動画をいろいろ用意してあります。どうぞご覧ください。また、見えない光で撮る写真、赤外線写真および紫外線写真やレンズを使わず見えない光で撮る写真についても動画を作っています。どうぞご覧ください。